おはようございます。アクションスタイルのイサムです。今日はですね、去年、アクションスタイルを立ち上げて単純にやってみようと思っていたんですが、ちょっと時間がなくできなくて、昨年終わりにベトナムに行ったり、今年もいろんなところへ行かせていただくと思うんですけれども、その上でやっといた方がいいよっていう風に勧めていただいていたことに、今年はもう1月中にチャレンジしてみようと、いうことで、タイトルにもありましたように商標登録というものの申請を、してみようと思います。商標登録というものが何なのかっていうことをですね、簡単に調べてみたんですけれども、例えば商品の名前だったりお店の名前だったりで、僕らってアクションスタイルとか、そういう名前を他の人が使えないように、保護することができますよっていう、ことでした。なんで僕に、そういうふうに商標登録をした方がいいよって言ってきてくれたかというと、僕たちがやっていることっていうのがすごく新しいことが多くてですね、同じことをやってる人たちっていうのが見たことない、多分一人もいないと思うんですね。でそれっていうのは、覆面トレーナー、覆面でダイエットとかトレーニングをサポートする人っていうのはいないと思いますし、皆さん顔を出して爽やかでっていうイメージが多分トレーナーには強いと思うんですけども、そうではなくて、僕はいろんなパーソナルトレーナーの可能性っていうのを広げていきたいと思っているので、もちろん僕らも、実際のトレーニングするときは外して、マスクも外して対面してやるんですけれども、覆面トレーナーという新しい境地をですね確立すべく、そしてやっぱり海外にはすごく受けるんですよね。覆面っていうのは侍忍者というものをコンセプトにしているので、海外にも僕らは進出していくっていう夢があるので、この覆面トレーナーっていうスタイルを、貫いてやってます。その覆面トレーナーというものも、取れるし、海外ではマスクドトレーナーって、呼ばれてるんですけれども、マスクドトレーナーというものも取れるっていう風に結構細かく取れるみたいなんですよね。あとは例えばアクションを使って、ダイエットのサポートをするっていう、団体っていうのも、おそらく僕は知らないです。俳優さんとかにアクションを教えるっていうところはあるんですけれども、ダイエット、痩せる、あとは筋肉をつける、そういう目的でアクションを、教えるところっていうのはおそらく日本にはないと思います。で僕がたまたま、日本体育大学を出ていて、そういう体のことを教えたりとか、健康になっていくための指導ができる資格を持っていたり、あとはアクションをずっとやってきたっていう、この2つがあったから、このアクションを使ったダイエットサポートっていうのを、思いついて、それをいろんな人に実践させてもらって効果が出たので、立ち上げたんですけれども、それも、他には多分例を見ないものなので、保護をしておいた方がいいということのアドバイスをいただきました。で、今回はですね、僕の元々の知り合いに知的財産コンサルタント、を仕事にしてる方がいまして、その方に相談しようと思って、電話をしたんですよ。そしたら相談に乗ってくれるっていうことだったので、いろいろ相談しながらどういうふうにしていくんだろうなっていうことを、お話ししてみようと。僕はもう全然無知なので、どこまで取れてどういうところまで保護ができて、他の方がどういうことができなくなるのかっていうことは全然わからないので、そういうお話をですね、させていただこうと思ってます。今度このスタジオまで来てくれることになりました。その方も YouTube で、知的財産の話、商標特許とか、商標、あと衣装とか、いろんな知的財産権をどう使ったらいいのか、どういうふうに活用するとビジネスに使えるのか、そういったことを、YouTube で放送しているので、せっかくなので YouTube でお互い取り合ってよく言うコラボみたいなことを しようということになったので、今度スタジオに来てもらった時に、動画を撮影してそれをアップしようと考えております。一回商標登録とかすれば多分流れがわかると思うんですけども、やっぱり知らない方っていうのが多いと思うので、お話ししてる中を、もちろん全てじゃなくて一部にはなってしまうと思うんですけれども、お話ししてる内容を、アップすることによって皆さんにもちょっと身近になるんじゃないかなと思いますので、ぜひ楽しみにしていただければなと
思います。その方のチャンネル見ると保護できることっていうのは本当に細かいというか多い。これも保護できる、ロゴマークもそうですし、例えばお店の商品を提供するまでの流れみたいなものも取れるしみたいな、そんなところまで取れるのかっていうことが本当に多かったです。って考えると自分が取れるものっていっぱいあるなっていうふうに、すごく思いました。2019年はですね、しっかりと形を作って、広げていくっていうことが目標なので、そのために、商標登録っていうのは、必要だなと僕は思ったので、取れるかどうかっていうのはもう 100% じゃないらしいんですよね。ご相談をして、申請してもう落ちてしまうことももちろんあるとのことだったので、どうなるかっていうのはちょっと分かりませんが、実際審査に入るまでの流れを、YouTube 動画にしてみようと思いますので、ぜひご期待ください。はい、ということで、今日の動画は何もトレーニング関係なかったんですけれども、以上となります。多分今週中には、スタジオに来てくれて動画の撮影ができると思いますので、また動画をアップしようと思います。午後のレッスンもお待ちしております。覆面トレーナーのイサムでした。